刻を争う時に何の能力もないおっさんを送り込むよりも救助ができる専門家だったり食料や水だったり送る方が先でしょっていうのを考えてやれなかったという点が僕は良くないと思ってるんですよ。山本太郎は迷惑系国会議員なのか。政党5党が談合して現地への被災地支援を見送る中、山本太郎議員が被災地で体を張ってボランティアをして日本は出る杭を打つ国なので迷惑だ、バイメダルさんがされました。個人的にはアルゼンチンの新大統領のように同調圧力や古い観光風習に流されずに自分で考えて自分で行動できる変人が今の日本に出現しますがございますか。古い慣習や同調圧力に流されないでっていうところまでは僕も同意です。で、自分で考えた結果、道路というのは通行する通行量が限られてるんですよ。こういう道があります。で、車が何台通れるかって1日に車が通れる台数は決まってるんですよ。で、今支援物資を送らなければいけません。救援をしなければいけません。確か128時間救命になってた人、90代のおばあちゃんとかもいるんですよね。っていうので、一刻を争うときに何の能力もないおっさんを送り込むよりも救助ができる専門家だったり食料や水だったり送る方が先でしょっていうのを考えてやれなかったという点が僕は良くないと思ってるんですよ。なのでルールがどうこうとかじゃなくてあなたの考えが間違いです。で、あなたがなぜそれをやったかっていうとそれは自分がなんか頑張ってますよというアピールをするために行きたかっただけでしょっていうことだと思うんですよ。山本太郎さんがすげえなと思ったのは現地に行った後のレポートを書いてるんですけど、レポートの中で一般市民の交通規制をすべきだって書いてるんですよ。交通量というのは限られているので個人ボランティアみたいな人が来ると迷惑になるよね。だから一般人の交通を規制するべきだって書いてて、いやいやお前規制される側だろっていうのがこう自ら自分でやって規制されるべきだっていうのをちゃんと発言したっていう意味でいくと面白いなと思ったんですけど、あと山本太郎さんって一応歩けないらしいんですよね。松葉杖ついてるんですよね。で、そうすると松葉杖の山本太郎さんを手助けする人というのも必要になるじゃないですか。2人分無駄なんですよ。70キロぐらいある人間2人送るんだったらそれ70リットルの水だから140リットルの水送れるよねとか、あと山本太郎さん現地でカレー食ったらしいんですけど、そのカレーはそのカレーの材料を持ってって調理する人っていうのが出て初めて作れるもので、それ食っちゃったら現地の人カレー一食減るんやでっていうので本当何しに来たのって僕は思うんですけど、ただそれでもなんか擁護する人がいるので頭の悪い擁護をする人たちのためにはプラスの行動だったっていうパターンなのかなと思いますけども、はい。ひろゆきさんも言及してましたけど自分は山本太郎さんのことを評価しています。少なくとも政府が初動が遅いことに対して煽ることはできたと思いますが、ひろゆきさんどう思いますか。僕は初動が遅いことに対して煽るのは全くできてないと思ってて、別に山本太郎さんが言ったから日本政府が動いたという話ではないと思うんですよね。むしろその世論だったりって話なので、僕は山本太郎さんに関しては行くべきではなかったと思ってる派閥です。で、山本太郎さんが現場を見ることで現場の意見を聞けるのが正しいって言ったんですけど、山本太郎さんが行けたところって車で入れるレベルの被災者がいる避難所なんですよ。今能登半島で避難所自体がもともとそんなことになると思ってなかったので人数いっぱいになっちゃって役所が用意している避難所にいられませんっていうので勝手に避難所を作ってる人たちっていうのが160カ所ぐらいあるらしいんですよ。で、道路自体も寸断されてるのでそもそも車で支援物資を運ぶこともできません。で、役所が用意した避難所でもないので連絡手段自体もなかなか取れませんっていう場所があるんですよ。そうすると本来であれば道路もないようなところ、支援物資も送れないし連絡も取れないような人たちを何とかしなきゃいけないっていうのがやるべきことなんですけど、生地山本サロンさんが言って政治家が言って安心させるのが大事であるみたいなところになっちゃうと、じゃあ他の政治家が我もあれもって道路で行ける範囲の避難所に行って避難所の人に顔を合わせて頑張ってくださいとかっていう本来本当に助けなきゃいけない支援物資も届かない道路も使えません連絡も取れませんっていう人が後回しになってしまう可能性があるんですよ。道路っていうのは政治家を送るためじゃなくて道路を復旧させて直したりとか支援物資を送ったりっていうのをしなきゃいけないところが政治家が挨拶に来るための量に使われてしまうんですよ。要は道路っていうのは交通量は限られてるので、なのでじゃあ政治家が10人行ったら10台分の支援物資が送れないし、じゃあそこで10台車が送り込めるんだったらコンクリートミキサーを送って道路の亀裂を直してその先もトラックが走れるようにできるかもしれないんですけど、そこが政治家が来る10台で通れなくなってしまうかもしれないですよっていうのがあるので、僕は
ボランティアの人が来てくださいっていう風に石川県の人たちが言うまでは行くべきではないと思ってます。はい、某 YouTuber が元旦の実施への支援物資を送ることについてなんですが、個人的な支援や二次被害の恐れからやめろという理由はもっともだと思いますが、コメントを見るとお前のような犯罪者が来るなという存在自体に人が多数、直接被害を被ったわけでもないのになぜ存在否定までするのでしょうか。例えば僕自身は屈辱的なのでいじめ加害者にも助けられるくらいなら死にますが、似たようなものとしても仮に支援者がマイナスだとしても批判している人はゼロでしかないのに何か釈然としないです。僕も被災地に天下を持ってこうみたいなのはどうかと思うんですよね。天下持ってく暇があったら水を必要としてるところに持ってけよみたいな話があって、飲料水は結構あるっぽいんですよ。なので飲む水がなくて困るという状況にはなってないんですけど、とはいえ余裕がないので入れ歯を洗う水がないとかっていう状況なんですよね。やっぱ飲み水優先なんですけど、やっぱ入れ歯も洗いたいじゃないですか。でも入れ歯って洗うにはそれなりの水の量が必要で、そこまでの余裕はないだろうっていうので入れ歯を洗うのを我慢してるみたいな話がジャーナリストの人が書いてたんですけど、そういう感じで飲料水は足りてるんですけど生活用水はまだ足りてないんですよ。体を拭くとかっていうのもまだできないし、もちろんそのお風呂とかシャワーとかって余裕はないよねみたいなので、なので天下より先に持ってくものあるだろうって思うんですよ。水がないところで天下持っててどうすんだバカって思うので、なのでそういう意味で迷惑系 YouTuber はやっぱり頭が悪いんだなと思うんですけど、迷惑系 YouTuber が迷惑をかけるよりもまだマシかもしれないと。支援という気持ちがあるからね。でももうちょっと頭は使ってほしいなというのを今僕がバカって言い方をしたんですけど、やめてくれという感情を言うときにこの犯罪者みたいな言い方になってしまうという話だと思うんですよね。ひろゆきさんが考える今回の被災地に対して最善の支援とはわからないですね。なんでわからないって言ってるかっていうと、道路が寸断されていて能登半島の上の方の状況がわからないんですよ。ヘリで送ればいいじゃんとか、海沿いなんだから船で行けばいいじゃんみたいな話だったと思うんですけど、結局ね、輪島港以外の港全部使えないらしいんですよね。なので何をどこに送ればよいのか。で、現状どこの被災地に何人の人がいて何が足りないのかっていうのが、僕が知る限りまだわからないのですよ。なので現時点でいくともう本当にプロの人に任せる。なので自衛隊が行けるところまで行って、でその通信網を作ってどこにどういう被災者がいて何が必要で安全確保のために何が必要ですと、医療体制とかもこの病院に誰が行けますよとか、この病院だったら何人の患者が持ってきます、そのためには緊急ヘリを飛ばすのか救急車を飛ばすのかで道路復帰どうするのかっていうのがわからないので、ここは素人が何かするよりもまずは様子を見るっていうところが最善だと僕は思ってます。ただこの後にお金が必要になるよねとかで、なんか石川県の造り酒屋の9割が潰れたらしいんですよね、物理的にね。もうお酒なんか作れる状況じゃないよねっていう。石川県とか富山県とか別に興味ないよって言ってる人は興味ないのかもしれないですけど、割とあそこら辺ってそのなんか日本の産業の細かい部分作ったりするんですよね。仏壇に置くような鈴を作ってますとか、仏具を作ってますみたいな会社とか結構あったりとか、ユニクロに服を卸しているような会社の繊維工場とかが石川県にあったりとかっていうのがあったりして、そういうところが割と被災していて製品作れなくなりましたってなると、じゃあユニクロの売り上げ下がるよねとか、何の影響があるのかが未だに分かんないんですよね。精密機械工業だったりとかも割とあったりするので、日本全体でいろいろな被害が見えてきて、でこの後これが足りないよねとか、これはまずいよねっていうのが出てくると思うので、その時に必要な支援っていうのが明確になっていくんじゃないかなと思うんですけどそう DMM も確かにもともと金沢のエロビデオ屋だったんですよね。本社まだ石川県あるんじゃなかったっけ DMM。 レンタルビデオをコピーする店だっけっていうのもあったりするので、僕は割とその分からないというのをちゃんと受け入れて我慢するというのが必要なんじゃないかなと思うんですよね。何かしなきゃいけないっていうので、よし助けに行こうって言って車に乗ってペットボトルを持っていく人っていうのは、むしろあなたが行ったせいで道路が通れなくなって送れる支援物資の量が減りますって話なんですよ。なので石川県の人たちも今個人のボランティア受け付けてませんっていう結構強い言い方をしてるんですけど、なので何かしたいっていうのであれば、とりあえず赤十字に寄付するぐらいしかできることはないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。